実は目の下のたるみやクマ、目が原因じゃないんです。だからどれだけ目をマッサージしても筋トレをしても変わらなかったんです。目の下のクマとかたるみ、コンシーラーで毎日隠している方、今日で卒業しましょう。皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。気になる目のたるみ、いろいろ頑張ってるんだけどなかなか変わらなくて、もう美容医療しかないかなと考えている方、ちょっと待ってください。まだまだ自分でできることたくさんあります。実は目の下のたるみは目だけが原因じゃないんです。なので今日はこの目のお悩みに関わる全てのポイントを徹底的にやる完全版としてワークを作りましたので、ぜひ最後まで一緒にやってみてください。ワークの最後になぜここのポイントが大事なのかという理由もしっかりお伝えしていきますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー！はい。ではやっていきましょう。まず手をグーにして鎖骨の下に当ててぐるぐるとほぐしていきます。1箇所10秒ずつ3箇所に分けて痛気持ちいいぐらいの圧をかけてほぐしてあげるのが効果的です。ここは大胸筋という筋肉があって手を前にするとぎゅーっと収縮する場所です。一つずれて鎖骨の真ん中。なので家事やパソコン作業、スマホなど常に手が前にある方は結構硬くなってるかもしれません。もう一つずれて肩の手前。ほぐしている側の手はだらんとリラックスしてあげて、反対側、鎖骨の始まりからここをほぐしていたいという方は結構胸の筋肉凝ってます。お仕事中やお風呂などこまめにほぐしてあげるだけではなくて、一つずれて腕を後ろで組んで胸を広げるようなストレッチをしてあげるとより効果的です。もう一つずれて、ここは小胸筋というちょっと奥の方の筋肉をほぐしています。少しぐっと力を入れてほぐしてあげましょう。次は鎖骨をほぐしていきます。鎖骨の上下をチョキで挟んで骨の上のお肉を削り取っていくようにほぐしていきます。ここも1箇所10秒ずつ3箇所に分けて、一つずれて、この時もほぐしている側の手はだらーんとリラックス。もう一つずれて、反対側。この鎖骨にはさっきほぐした大胸筋だけでなく、首手前の筋肉、後傾筋、胸鎖乳突筋、僧帽筋、いろんな筋肉がついています。実は鎖骨はお顔を変えるために大事なポイントなんです。一つずれて、鎖骨の奥に指を入れ込むのではなく、鎖骨の骨の上に指を置くのがポイントです。ここに張り付いている首の筋肉の癒着をしっかりと剥がしていきます。もう一つずれて、次はフェイスライン。顎の骨を挟んで細かく揺すってほぐしていきます。1箇所5秒ずつ。一つずれて、ここはたくさんの筋肉がくっついている交差点。首手前の後傾筋、顎周りの筋肉、そして後筋までいろんな筋肉がくっついているので、しっかりとほぐしていきましょう。特にこの辺りは食いしばりで硬くなりやすい後筋の場所。ここは少し力を強めてしっかりとほぐしてあげてください。反対側。まずは顎から。お顔の筋膜リリースをするときは皮膚を滑らせないように注意してください。皮膚表面を動かすのではなく、その下の筋肉をぐっと捉えてそこを揺するように動かしていきます。この後もお顔の中の筋肉をほぐしていくんですが、摩擦が気になる方はスキンケアのタイミングなど化粧水などをつけてやってみてくださいね。後筋残っているところしっかりとほぐして、もう少しです。次は口角。指を2本口角の横に置いて少しだけ圧をかけてくるくるとほぐしていきます。ここはじっくり30秒1箇所だけをほぐしていきますよ。実はこの口角のポイント、目のお悩みの方にはめちゃくちゃ大事なポイントなんです。ここは口角を下げる口角下制筋、横に引っ張る小筋、そして上に引き上げたい大胸骨筋という頬の筋肉、3つの筋肉がくっついています。ここをほぐすことで顎の引っ張りが取れて頬が動かしやすくなります。次は鼻筋。まずは上の方、目頭のすぐ下あたりに指を置いてほぐしていきます。目の中に入らないように注意してくださいね。力は入れすぎないように。
鼻の方に指を動かすのではなく、鼻の付け根あたりをほぐしていきます。下に一つずれて、今度は小鼻の横に指を置いて、ここは鼻筋だけではなく目頭までつながる上唇尾翼虚筋という頬の筋肉がついているポイント。ここが硬くなると目の下のくぼみ解消しにくいです。頑張りましょう。次は頬の筋肉をほぐしていきます。親指を小鼻の横に置いて細かくほぐしていきます。ここは上唇尾翼虚筋と上唇虚筋という上唇を持ち上げる筋肉があるポイント。ここが硬くなるとほうれい線もできやすくなります。一つずれて、今度は黒目から目尻の間。ここは大頬骨筋、小頬骨筋という口角を上げるときに使う筋肉があるポイント。この口周りと頬の筋肉の癒着を取ることで頬が上がりやすくなります。そのまま横にずれて、目尻の下の骨あたり。ここは後筋の上側、頬の筋肉との接続ポイントです。くぼんでいる場所ではなく、少し硬くなって出っ張っている場所をほぐしていきますよ。場所がわからない方は少し口を軽く開けると後筋が盛り上がって分かりやすくなります。一つずれて、今度は耳側に移動します。どれだけお顔の中をほぐしても、この後筋、そして最後にやる側頭筋、ここが硬いとなかなかお顔上がっていきません。食いしばりがある方は特に念入りに。今度は頬の上側、目の中に指が入らないように、そのギリギリ手前の骨の際、ここをほぐしていきます。まずは目頭から黒目の間。力は入れすぎないように軽くで大丈夫です。次に黒目から目尻の間。実は頬の筋肉は下側は口輪筋、上側は眼輪筋とつながっています。最後は目尻の横。その両サイドをほぐしてあげると頬が上に上がりやすくなって、目の下のたるみも解消しやすくなります。まだまだ頬いきますよ。今度は頬の脂肪ほぐし。人差し指と中指をピタッと鼻筋に当てて、指全体が頬にピタッとくっつくように。実はこの頬の皮下脂肪、かなり老廃物にがんじがらめになって硬くなっちゃってる方多いんです。それを表面から柔らかくマッサージしてほぐしていきます。今度は目尻の横、斜めに指を当ててほぐしていきます。お風呂上がりなどお顔や手が温まっているともっとほぐれやすくなりますよ。頬周りが終わったところで、今度は頭ゾーンに行きます。まずは眉の上側を指の関節を使ってくるくるほぐしていきます。特に眉頭はかなり固まっている方多いです。痛すぎる方は力加減調節してくださいね。一つずれて、目のお悩みの張本人、眼輪筋が使えてないと、この眉と前頭筋を使って目を開けるため、結構ここ硬くなっている方多いです。もう一つずれて、眉尻あたり。目の筋肉がちゃんと使えるようになると、眉の盛り上がりやおでこのシワも解消していきますよ。癒着剥がしの最後は側頭筋。こめかみに指を置いてぐっと押し込んで、上下に揺すりながら斜め上に引き上げていくように筋肉をほぐしていきます。1箇所10秒ずつじっくり1分間行っていきますよ。少し後ろ生え際にずれて、側頭筋凝ってる方は表面の皮膚だけ動いて、下の方は岩のように硬く全然動かないという方多いです。一つ後ろにずれて、その場合は表面の皮膚だけ動かすのではなく、奥の筋肉を掘り起こすようにほぐしてみてください。もう一つずれて、耳たぶの後ろあたり。このあたりはさらに首後ろの筋肉の引っ張りもあってガチガチの方が多いです。土台の硬い筋肉を少しずつ削っていくような感じでやってみてください。今度は斜め上に上がって8あたり。ここ出っ張ってる方が多いです。ここも少しずつこの出っ張りを削っていくようにほぐしていきましょう。最後はもう一つ上がって8の上側。ここは側頭筋と前頭筋の境目。最後は頭頂部にお肉を集めていくようにぐぐーっと引き上げていきます。はい、癒着が取れたところで、今度はストレッチと筋トレです。最初はあいうえおで口周りの筋肉動かしていきましょう。まずはあ、360度大きく全力で開いて、次にい、口が長方形になるようにだいたい指2本分入るぐらい。う、口をすぼめて顎の筋肉はリラックス。口角をぐぐっと持ち上げて、最後はお、指が縦に4本入るぐらいぐぐーっと縦長に。あと4回。あ、全力で開いて開いて。い、真横に引いて口角のすぐ横に力を入れていきます。う、すぼめた時に唇の周りに力が入ってますか？
口角を上げた時に口横と顎周りは柔らかいままですよ。縦長にビヨーンと口を伸ばしていきましょう。360度まん丸に。口角のすぐ横に力を入れて引いていきます。顎周りには力を入れず巾着を絞るように。顎をリラックスしたまま口角だけぎゅーっと持ち上げます。口角の横を気持ちよく伸ばしてストレッチするイメージで。単純なあいうえおでも全力でやると結構疲れてきませんか？ぐーっと横に引いて長方形の口を作っていきます。タコの口のように長く手前に伸ばしていきます。口角で頬をぎゅーっと持ち上げる感じで。長く伸ばしていきます。さあラスト。頑張って、あと1回ですよ。顎の力は抜いて前に唇を突き出していきます。三角形の口になるように最高の笑顔でラスト。頑張ってストレッチして伸ばしていきます。はい、終了です。次はだけを10秒間10回やっていきます。顎の力を抜いてリラックスして口角だけをゆっくり上げていきます。口角で頬をぐーっと持ち上げるように少しずつ力を入れてゆっくり下げて、もう一回丁寧に持ち上げていきます。口角の上の頬のくぼみ、ここが硬くなってたら OK ですよ。下げてゆっくり丁寧に持ち上げていきます。小鼻の横や口角の横、顎周りの筋肉は柔らかいまま頬だけに力を入れて下げて上げて、ゆっくり丁寧にどこの筋肉を使っているのかを意識しながら動かしていきます。下げて丁寧に上げて、頬をぎゅーっと縮めるようなイメージでやってあげると上手にできますよ。下げてぎゅーっと頬を縮めるように、頬を縮めるときに目尻のところは動かず口角の上だけが動いているように意識してくださいね。下げて口角をぐーっと持ち上げて、頬の下硬くなってますか？口角を上げてあと3回です。頬の筋力がついてくると頬がまん丸く目の下までボリュームがくるので目の下のたるみが目立たなくなります。下げて上げてぎゅーっと頬を持ち上げて、疲れてくると普段の動かし方の癖出てきちゃいます。内回り力入ってませんか？下げて上げてラスト1回です。最後全力で頬を上げていきましょう。もう少し。4、3、2、1。はい、終了です。次は目尻の横に指をピタッと置いて少し頭の方に引っ張ります。目を真ん中で薄めにするように動かしていきます。いきますよ。薄め開けて薄め開けて、このぐらいのペースです。薄めにするときは下まぶたをぎゅっと上に引き上げる感じで、下まぶたの真ん中あたりに力を入れて、上まぶたは眉毛を動かさないようにまぶたをピーンと張るようなイメージで下げていきます。おでこが動いてしまう方はおでこに手を当てて動かないようにロックして閉じて閉じて閉じて、細かい筋肉ですが丁寧に動かしていきましょう。おでこが動かない方はこめかみに手を当てて少し後ろの方に引っ張ります。目の筋肉に負荷がかかってより効果的です。上手に筋肉が動かせるようになったら、その手をもう少し後ろに引っ張ると負荷が調節できます。動かす時にちょっと反発するなぐらいの力加減でやってみてください。顎に力入っていませんか？軽く口を開けて顎もリラックスして、おでこも動かないように、遠くを見るように、眩しい時のように目をぎゅーっと細めて、あと10回です。頑張りましょう。焦ってたくさん動かさなくても大丈夫です。ゆっくり丁寧に使うべき筋肉を少しずつでもいいから動かしていきます。あと5回。3、
目をぎゅーっとスクイーズ。1。はい、終了です。これでラスト、最後目玉回し、頑張りましょう。正面を向いたまま目玉だけを回していきます。まずは目玉だけ2時方向を見ます。次は10時。目玉だけを動かして、最後は6時。真下を見ます。そのままぐるーっと大きく一周5秒かけてゆっくりです。反対回し、できるだけ大きく大きく回していきます。2時、斜め上を見て指は目を上下に開くように置いても、10時、横にストレッチするように置いてもどちらでも大丈夫です。6時、まぶたを閉じないように目玉だけで真下を見る感じです。ぐるっと大きく動かして反対回し。2時、目を動かすときにどうしてもおでこが動いてしまう方はおでこに手を当てて、10時、おでこに力が入りやすい方は顎にも力が入りやすいです。顎もリラックス。真下を見ます。6時です。目玉だけに集中してぐるーっと丁寧に大きく動かして反対回しもしていきます。2時、10時、斜め後ろを見る感じです。6時、下に下にぐーっと目玉を動かしてぐるーんと回して反対回し。ラスト1回、2時です。斜め後ろを見るように10時、横だけではなくってそのまま後ろも見えてるようなイメージです。6時、もうちょっと頑張りましょう。ぐるっと回して最後大きく大きく回していきます。反対回し、もう少し。2、1、はい、終了です。よく頑張りました。はい、終わりました。結構ね、長かったかもしれないですけど、皆さんやりきれましたでしょうか？前半ではしっかりとほぐして、そして後半では鍛えていくというね、2つのパートでやっていきました。皆さん鏡を見てみて、ちょっと頬が高くなってるなとか、目の下のクマが薄くなってるな、目が開きやすくなってるな、なんてね、感じていただけるんじゃないかなと思います。で、今回のワーク、目以外のところが結構多かったと思うんですよね。一番遠いところで言うとこの胸、ここからしっかりやっていったのには実は訳があるんですよ。で、この目の下のクマとかたるみの原因、もちろん目の筋力の問題ってめちゃくちゃ大きいんですよ。なので最後にやったこの目を鍛えていくワークですね。これは絶対に必要になってくるんですけど、でもその前にこの目の下から頬、そして口、そして顎、さらに言うと後傾筋からこの大胸筋、実はこの胸が引っ張ってる方も結構多いんですよ。ほとんどの方がね、こう肩が前に出ちゃって、こう腕が前に来ててね、かなりここ硬くなっちゃってるので、こうぐーっと引っ張っちゃって、ここが目の下がくぼんでしまうと、そういう方結構いらっしゃいます。なので、この目の問題かなと思ってたけど、実は筋肉の引っ張りだったっていう方、すごく多いんですよね。なのでね、ここをしっかりとほぐしていくと、ぐぐぐっと頬が上に持ち上がってきて、それで目の下のたるみが解消する、そういう方もね、いらっしゃいます。で、もう一つのルートがこの側頭筋ですね。頭が硬くなっちゃって、こうぐーっと落ちてきちゃうと、目の下のたるみにつながってきます。ここの側頭筋をほぐして痛かった、硬かったっていう方はかなりこの側頭筋ね、お悩みの原因になってると思うので、しっかりとほぐしてあげてください。で、今日はさらにこの頬の上に乗っかっている皮下脂肪ですね。これも硬くなっちゃうと、どうしても頬を下げてしまって、この目の下のたるみにつながりやすいので、最後にね、ここほぐしていきました。で、この癒着が取れて初めてこの筋トレの効果が発揮できるんですよ。で、最後に筋トレをしたんですけど、目だけではなくって、この口周り、そしてね、頬、こちらもね、やっていきました。で、なんでかっていうと、この目のお悩みがある方っていうのは、意外にこのね、口周りが硬くなっちゃっていて、こう、下に引っ張っちゃう。こういう風に筋肉を使っている方が多いんですよね。なので、まずは大きく動かすことによって、この口周りの筋肉のストレッチをね、していきました。そして次に口角を上げるトレーニングをして、頬の筋力を鍛えていくと同時に、そういう風にこう、口を使っていけるように矯正をしていくと。それをしてあげると、こう下に引っ張る力がなくなるので、ぐぐぐっと頬が持ち上がって、この目の下のお悩み解消しやすく
くなります。特にこの頬を横から見て膨らみがなくってペターンとなっちゃってる方ですね。そういう方はね、伸びしろ大です。めちゃくちゃお顔変わってくると思います。なんでかっていうと、頬がぺったんこになっちゃうっていうのは、筋力がなくて下がっているのと、あとはこの引っ張りによってさらに引っ張られちゃってる。そういう方が多いんですね。なのでこの頬の引っ張りをなくして、そしてぐぐっとね、持ち上げてあげる、筋力をつけてあげるだけでも、頬の高さがぐっと持ち上がってくるんですよね。そうするとこの目の下のくぼみをね、埋めてくれるんですよ。つまり、目のお悩みの半分ぐらいは、実はこの頬の高さ、これも影響してるんですよね。なので、この目のお悩みに関係するところすべてですね、全部今日やっていったので、これを正しくコツコツ毎日ですね、やっていただければどんどんお顔変わっていくと思いますので、ぜひこの動画を保存していただいて、スキンケアのついでとかお風呂とかね、ぜひ時間をとってやってみてください。で、今日手でやってみたんですけど、なんか摩擦が気になるなとか、もう頭が硬すぎて手が痛くなっちゃったっていう方ですね。そういう方はですね、もう道具を使ってあげるともっと楽に、そして効果的に早くお顔が変えていきます。私がおすすめする道具はこちらですね。このホライゾンですね。これが頭をほぐしてくれる機械と、このフェイスポインター。これがお顔の筋膜の癒着を取ってくれる。この2つがあるとですね、かなりお顔作りはかどりますので、気になる方はぜひ概要欄のオンラインショップから見てみてください。こちらのクーポンコードを使っていただくと1100円引きで購入できますので、ぜひ使ってくださいね。次の動画はこのほうれい線完全版をね、出していきたいと思います。もうほうれい線も気になるんだよねっていう方、ぜひチャンネル登録していただいて、次回の動画もお待ちください。ではまた。